腕が痛いし、疲労で、ほんま行動力も失われてしまったわ。こんなコロナワクチン注射後の悩みと行動力、そして気力まで失ってしまったセルフケア教室を学習している生徒の皆さん。ほんま速攻でこの痛みの刺激と疲労感を解消して安定的な生活に戻りたくないですか？そしてそれを解消しようとシステムのように教えられたままこのように痛いところをグリグリ揉んだり、疲労感をなんとかしようと背骨周りとか肩甲骨周りをグリグリしたり、これ、ほんま飽きません。そして間違っているところを興奮させています。どすこい、戦わない格闘家整体師のノブです。戦わんでええから痛みと疲労と戦えよと思っている皆さん。実は相撲をやって体がボロボロで疲労感と肩も痛め引退しました。そこで今回は私の考える肩甲骨から背骨を支える専門的な筋肉の構造を利用し、ワクチン注射後の疲労感と痛みを解消するセルフケアの学習になります。私も肩の手術の痛みと刺激でぐったりしたので気持ちは痛いほどわかります。ノブ流セルフケア教室では論理的な動きで誰でも速攻できるセルフケアになりますので、ぜひ最後まで注目して一緒に解決していきましょう。これ、立っても座ってもできるので、めちゃめちゃ簡単です。このチャンネルでは私が長年研究してきた理論やロジックをシステム化し、自己成長やセルフケア、生体テクニック、技術を余すことなく皆さんに貢献できるようなコミュニティにしていきますね。ワクチン注射後の特徴としては、打ったところの腕を触ると熱っぽい。そして腕の痛みや肩が動かず、自己制御が働き、自律神経が乱れてしまって疲労感が出る特徴があります。ですが、疲労感で休みたいけど、義務のように仕事や家事、日常生活で行動しないといけないですよね。ここで、このコミュニティの皆さんにお伝えさせてください。疲労感と腕が痛いからって専門的にやってほしくない行為があります。このように痛いところをグリグリ揉んだり、疲労感をなんとかしようと背骨周りとか肩甲骨周りをグリグリしたり、これ、ほんま飽きません。そして間違っているところを興奮させています。ここでコロナワクチン注射後の痛みと疲労の原因をお伝えしたいと思います。ワクチン注射、専門的には筋肉注射では肩の三角筋という部分によくこのように打つことがあります。そこに注射を打つので腕に炎症が起こり、腕の痛みで自己制御が働き、腕につながる肩甲骨と背骨をロックします。そして三角筋という筋肉は腕を上げる筋肉でもあるので腕が上がりにくくなってきます。ここで格闘家整体師ノブ流の考える腕の痛みと疲労を解消する論理としては、今回は腕につながる肩甲骨から背骨を支える2つの専門的な筋肉を刺激するセルフケアをし、腕の痛みや自律神経を整えて疲労を解消していきます。一つ目の筋肉、背中側の肩甲骨から背骨を支える菱形筋という筋肉。二つ目の筋肉、肩甲骨の裏から肋骨の方につく筋肉。肩甲骨から体幹を支える構造の前鋸筋という筋肉。ここに対してセルフケアをし、背骨、体幹、そして肩甲骨から腕を支える構造の筋肉を刺激し、動きを安定させます。それにより腕から体幹の血流も良くなり、三角筋の炎症や緊張が収まります。そして腕を上げる役割もカバーできます。次に背骨からこのように自律神経も出ているので、腕から背骨の動きや柔軟性も安定するので自律神経も整います。結果、三角筋の炎症、そして腕から肩甲骨、背骨まで支える構造の筋肉も刺激でき、腕全体の動きや背骨までの柔軟性、自律神経の乱れまでカバーできるので、自己制御されていた腕の痛みや動きまで解消して、体全体の調整役の自律神経まで整うので、腕の痛みや疲れまで解消していくんですね。これが腕の痛いところを刺激したり、疲労を取ろうとグリグリするのは飽きませんという理論はこのことなんですね。それでは早速セルフケアを実践していきましょう。めちゃめちゃ簡単です。
このセルフケアは座っても立ってもできます。今回は右肩の場合でお伝えしていきますね。画面では少し左に見えるかもしれません。まず一つ目、菱形筋からです。まず肘を伸ばします。次に手のひらを前に向けて、そのまま外の方にこのように向けていきます。次に手のひらの方向に手首をこのように曲げてもらいます。そのままの体勢で肩甲骨を寄せるように腕全体をこのように後ろにグッと引いていきます。そうすると背骨と肩甲骨の間のところに力が入りますので、その状態で10秒間、10秒かける3回です。では刺激していきますね。ぐーっと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。横からではこのような形でぐーっと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。ラスト行く前に手の位置はこれ横よりか少し前にしてください。この方が入りやすいと思いますので、このままでぐーっと肩甲骨を寄せるように腕全体を後ろに下げます。では行きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。10秒かける3回じゃなくて、10秒間を細切れにやっていただいても大丈夫ですので。2つ目、前鋸筋です。肘を曲げて、手のひらを反対の肩の方にこのように乗せます。そのままの体勢で、この肘を前の方にぐーっと出します。これ斜め前で大丈夫です。そうすると、脇腹のところに力が入りますので、その状態で10秒間、10秒かける3回です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。もう一回いきます。ぐーっと。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。ラストいきましょう。ぐーっと。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。これ、腕の痛みが辛い人の方には有効なんですけど、疲れてる方が強いっていう方の場合は、両方やった方がいいので、両方できるセルフケアも今からお伝えしますね。これもめちゃめちゃ簡単です。まず、菱形筋からです。肘を両方伸ばします。そして手のひらをこのように前に向けた状態から少し外に向けます。そして胸を少し張った状態で、このままの状態で肩甲骨を寄せるように、両方の腕をこのように下げます。そうすると、肩甲骨と背中の間のところに力が入りますので、その状態で10秒間、10秒かける3回です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。これも簡単ですよね。次は前鋸筋です。両方の手のひらをこのような形で肩に乗せます。そのままの状態で両方の肘を斜め前にぐっと出します。そうすると両方の脇腹のところに力が入りますので、その状態で10秒間、10秒かける3回でもいいです。この時に皆さん結構肩が浮いてる方いるので、肩を浮かさないようにしてください。そして前に出す時に体ごと前に出さずに肘だけを出すようにしてください。そうすると脇腹のところにより効いてきます。では10秒間だけ一緒にやっていきましょう。ぐーっと。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。正確にはこれだけ。たった1分です。めちゃめちゃ簡単ですよね。私は相撲で肩や首を負傷して結構引きずってますので、首、肩の痛みや凝りが出る時にもおすすめですので、私は毎回これでリセットしています。この毎日たった1分の行動力。これが自分らしい生活を取り戻す秘訣ですからね。ここまで注目して見てくれた生徒みんなの高評価、チャンネル登録、そして応援コメントが私の最大の原動力になります。悩みや痛みに関する質問ややってみた感想など、ぜひコメント欄にご記入ください。最後に私が思う専門的なセルフケアをすると、柔軟性の能力も上がりますので、後におすすめなストレッチを一緒にやってお別れしていきましょう。まず手のひらをこのように下に向けます。これ肩上がる範囲でいいですからね。別にそんなに上がらなくても構わないです。このままの状態で手のひらの方向に手首を上げます。そしてこのままぐっと押さえておきます。肘のこの前の方のところをできるだけこのように上に向けます。要はこの横からこういう形で上に向けます。
そうするとここの上っ側のところが伸びてきますので、この状態で30秒間で、これできたら両方やっていただく方がいいです。これをすると腕の腫れや痛みの解消や姿勢改善にも関与しますので、腕から体幹の血流も良くなりますので、合わせてやってみてちょうだい。それではまた次回お会いしましょう。